上司にちょっといいと言われる。その一言だけで胸がざわつく。まだ何も起きてないのに怖いです。言葉の前に結論が出る感じですね。ここで見るのは正確ではありません。本書が注目するのは自動思考です。出来事の直後に浮かぶ考えです。考えようとする前に出てきます。勝手に自分を責め始めます。だから止めにくいんですね。会議で発言が流された瞬間、やっぱり自分は無意味だ。そんな言葉が頭に出ることがあります。帰ってからも何度も思い出します。出来事は数秒でも影響は残ります。苦しさの入り口は出来事だけではありません。直後に浮かぶ物語が気分を押します。怒られる。嫌われた。ダメだ。事実より先に意味づけるんですね。ここに気づくと見方が変わります。弱さを責める話ではありません。頭の設定を一度見る話です。責める前に見ればいいんですね。次はその設定の働きを見ます。例えば仕事の小さな注意です。内容は事務的な確認だけかもしれません。それでも頭は先に危険を鳴らします。心の中で謝る準備をしています。相手の表情まで証拠に見えますね。この反射に気づけないほど早いのです。だから自分を責める前に間を置きます。今、自動で何を考えた？この問いが最初のブレーキです。責める流れが少し止まりそうです。小さな停止から見直しが始まります。大きな決意より先に必要なのは観察です。性格ではなく反応の通り道を見ます。変える前に見つける段階ですね。その順番なら無理なく始められます。反射に気づく練習は短くて十分です。まずは一つの場面だけ見ます。今日のざわつきを入り口にします。まず反射の癖としてみます。自動思考は敵ではありません。脳が早く判断するための働きです。毎回すべてを考えると疲れます。確かに考える前に反応します。省エネのようなものですか？近いです。過去の経験を使います。似た場面を見つけて予測します。危ないか、安全か、急いで決めます。便利だけど少し乱暴ですね。便利さには癖もあります。昔の失敗が強く残っていると、今の上司の一言まで怖く見えます。本当は確認だけかもしれません。過去の設定で今を見ているんですね。そうです。だから悪者にしません。必要なのは消すことではありません。今の場面に合うか点検することです。自分を責めなくて良さそうです。設定の更新ならできそうです。次はズレの見つけ方へ進みます。この働きがあるから日常は回ります。信号を見て止まるのも反射に近いです。相手の声色から空気も読みます。考えないで判断できるのは便利です。でも便利さが苦しさにもなるんですね。設定が古いままだとそうなります。昔の失敗が今の安全まで狭めます。だから反応を悪者にしすぎません。悪い癖と決めるより楽です。見直す対象は人格ではありません。今も役に立つ設定かどうかです。ここが今回の安心できる入り口です。すぐ落ち込む人が弱いのではありません。強く働く予測を持っているだけです。予測なら調整できる余地がありますね。その余地を次のパートで見ます。その見積もりは早いけれど荒いです。だから怖さが大きくなる時があります。見積もりを責めずに見直します。更新は大きな変化ではありません。今に合う見方を足すだけです。その小さな足し算で楽になります。自動思考は省エネの働きです。同じ出来事でも気分は変わります。違うのは間にある意味付けです。上司に呼ばれた場面を見ます。一つ目の設定は怒られるです。その設定、すぐ出てきます。二つ目の設定は確認かもです。出来事は同じでも体の反応が違います。感情の前に設定があるんですね。ここを責めずに観察します。会議で発言が流されたとします。自分は無意味だと考える設定、今は議題が急いでいたという設定、どちらも頭に浮かぶ仮の見方です。悪い見方だけ真実に見えます。でも別の見方も置けるんですね。大事なのは無理に明るくしないこと、ただ一つの結論に固定しないことです。設定に気づくだけで距離ができます。少しだけ呼吸できそうです。次は見える形にしていきます。設定は画面のフィルターに似ています。同じ景色でも色が変わって見えます。怒られるフィルターなら緊張します。確認フィルターなら少し落ち着きます。私はいつも暗い色で見ています。でもフィルターなら外せるかもですね。外すというより存在に気づきます。今はこの設定で見ている。そう言えるだけで距離ができます。責めるより先に名前をつけます。怒られる設定、無視された設定、全部自分のせい設定。名前がつくと扱いやすくなります。ぼんやりした不安より軽くなります。見えるものは少し選び直せます。気づく目的は正しさの勝負ではありません。今の受け取り方を選び直すためです。別の見方は逃げではなく確認です。その確認が次の行動を軽くします。設定は消そうとすると苦しくなります。まず気づいて名前をつけます。そこから別の窓を開きます。出来事と気分の間を見ます。
頭の中だけだと混ざります。事実、想像、気分が一体になります。考えるほど重くなる感じです。整理したつもりで絡まりますね。だから外に出します。最初は1行メモで十分です。出来事、浮かんだ言葉、気分、この3つだけを書きます。それなら疲れた日でもできそうです。例えば上司に呼ばれた。浮かんだ言葉は怒られる。気分は不安と緊張。書くと分けて見られますね。目的は正解を出すことではありません。頭の中から紙へ移すことです。すると考えを少し横に置けます。考えそのものに飲まれにくいです。直そうとするより点検ですね。一般的なセルフチェックとして扱います。次はその考えを検証します。紙に出すと考えは少し静かになります。頭の中では声が大きく聞こえます。紙の上では一つの文になります。文になると少し他人事に見えます。頭の中の嵐を外に置く感じですね。その距離が次の見直しを助けます。きれいに書く必要はありません。一字一句正しくなくても大丈夫です。その時に浮かんだ言葉を置きます。雑でもいいなら続けられます。書いたら事実に丸をつけます。解釈には解釈と小さく書きます。これだけで混ざり方が見えます。分けるだけで反応が変わりますね。次の検証へ進む準備が整います。一行メモは自分を裁く紙ではありません。頭の中を外から見るための紙です。短い言葉ほど続けやすくなります。続けるより思い出せた日を大切にします。メモは自分への説明書になります。落ち込みの流れが見えてきます。見えた流れは少し止められます。書くと事実と解釈を分けられます。書いた考えをすぐ否定しません。まず仮説として置いてみます。浮かんだ瞬間は真実に見えます。仮説と思うだけで変わりますか？その疑問のまま検証します。一つ目は証拠を見ることです。本当にそう言える材料はあるか、反対の材料はないか。悪い証拠だけ集めがちです。二つ目は別の見方を置くことです。無視された、ではなく、忙しかった、嫌われた、ではなく、確認中かも。都合よく考えるのとは違いますね。違います。現実の幅を戻す作業です。三つ目は友人なら何と言うかです。自分には厳しい言葉を使いがちです。友人には少し公平に言えます。自分にもその距離が欲しいです。検証は論破ではなく確認です。検証は自分を責める時間ではありません。浮かんだ考えを机に置く時間です。それは本当に 100% と言えるか、この問いを短く差し込みます。100% と言われると揺らぎます。0か100かで見ていたのかも。苦しい時ほど極端に見えます。全部失敗。全員に嫌われた。そんな言葉は強いですが雑です。雑な結論を少し丁寧にします。一部は失敗。一部は学び。一人は不機嫌。一人は普通。現実の濃淡を取り戻します。全部ダメよりずっと息ができます。この小さな幅が反応を変えます。この確認は1分でもできます。長く悩む前に1問だけ置きます。本当に 100% かと聞く。その1問で思考の勢いが弱まります。弱まった時に別案を置けます。迷ったら一つだけ証拠を探します。それだけで決めつけは緩みます。仮説にすると考えは柔らかくなります。柔らかくなると次の言葉を選べます。ここで初めて反応に余白が生まれます。考えを真実ではなく仮説にします。見直しはポジティブ思考ではありません。無理に明るく変える話ではありません。前向きになれない自分も責めます。明るくしないなら何を変えますか？目指すのは現実的な設定です。全部自分のせいを見直します。一部は改善できるにします。責任を消すのではありません。持てる範囲に戻します。全部しょわなくていいんですね。批判されたを確認されたにします。申し訳ないをありがとうにします。言葉が変わると反応も変わりそうです。言葉は気分のハンドルになります。厳しすぎる言葉を少し緩めます。それだけで消耗は小さくなります。完璧に変えなくてよいのが楽です。次は人間関係で試します。快適モードとは甘やかしではありません。消耗しすぎない見方を選ぶことです。責任をゼロにするのでもありません。持てる責任だけを持つことです。全部背負う癖が本当にあります。範囲を決めると楽になりそうです。例えば資料にミスがあった時、私は全部ダメだではなく、次は確認欄を増やすにします。人格ではなく手順を変えます。言葉の向きが変わります。自責から改善へ向きが変わる。この違いが仕事後の疲れを減らします。責め続ける夜を減らしたいです。そのために設定を少しだけ緩めます。快適モードは現実から離れません。むしろ現実を細かく見ます。できた部分と直す部分を分けます。その分け方が自責を減らします。現実的な言葉は行動を残します。責める言葉は行動を止めます。
快適な設定は甘い言葉ではありません。次に動ける言葉を選ぶことです。動ける言葉は自分を守ります。設定調整は現実を広く見ることです。人間関係では反射が強く出ます。相手の顔、沈黙、短い返信、そこから物語が走り出します。短い返信だけで不安になります。相手の意図を決めがちですね。ここで一泊置きます。一泊置くとは黙り込むことではありません。今、自動で何を考えたかを見ることです。怒っている、嫌われた、迷惑かも、それを事実とは分けます。一行でも挟めると違いそうです。職場なら返事を少し整えます。確認ありがとうございます。と返す。家庭なら、決めつけ、お一つ止めます。今は疲れているのかも。遠く。相手を操作する話ではないですね。はい。自分の反応を選ぶ話です。選べる感覚が消耗を減らします。最後は明日の練習に落とします。反応を選ぶとは我慢ではありません。感情をなかったことにもしません。浮かんだ反応の次を選ぶことです。最初の反応は出てしまいます。その次なら選べるかもしれません。上司の短い返事で落ちた時、まず怒っているかもと気づきます。次に確認中かも起きます。そして返す言葉を整えます。家庭でも同じ流れで使えます。相手が黙っている時、嫌われたではなく疲れているかも。そう置くと一言目が変わります。責める言葉を飲み込めそうです。小さな一泊が関係を守ります。一泊は長い沈黙でなくて大丈夫です。息を一つ吐くくらいで十分です。その間に言葉を選び直します。言葉が変わると場の空気も変わります。選ぶ練習は相手のためだけではありません。自分の消耗を守るためでもあります。一泊は人間関係の余白になります。余白があると決めつけが減ります。決めつけが減ると会話が変わります。人間関係では一泊置いて見直します。最後に明日の一歩です。大きく変える必要はありません。出来事の直後に一行だけ見ます。一行なら続けられそうです。何を書けばいいですか？ 3つだけで大丈夫です。まず今日の出来事を書きます。次に浮かんだ言葉を書きます。最後に別の言葉を一つ足します。怒られるを確認かもにします。嫌われたを忙しいのかもにします。少しだけ自分に優しくなれます。それは現実逃避ではないんですね。現実逃避ではなく確認の幅です。苦しさを決めつけで増やさない。そのための小さな練習です。次に落ち込んだ時に試したいです。関連するととの得方も次に置きます。この練習は完璧に続けなくて大丈夫です。落ち込んだ時に一度だけ使います。今日の自動思考は何だったか、それを見つけるだけでも前進です。できない日があっても良さそうです。練習として見るのが大事ですね。本書のエッセンスは日常で使えます。記録、検証、少し修正する。この順番を小さく回します。最後に問いを一つ残します。今、自動で何を考えた？この問いが反応を選ぶ入り口です。次の1回で思い出したいです。コメントでは当てはまった場面をどうぞ。続けるほど自動思考に気づきやすくなります。気づいた回数だけ選択肢が増えます。今日できるのは一つで十分です。その一つが次の余裕になります。この動画はその入り口です。まずは次に落ち込んだ1回だけです。1回できれば十分な練習です。最後に残したいのは小さな問いです。今、自動で何を考えた？この一行が明日の入り口になります。自分を責める前に設定を見ます。今日の確認はここまでです。反射で責める前に一度見ます。ご視聴ありがとうございました。